Hello，大家好，不要叫我小胖子，你们的胖妈妈来了よ。はい、皆さんこんにちは。本日の動画は私にとってリベンジ企画になります。題して上海中国に住む時のお悩み相談 Q&A です。先日ライブ配信でお悩み相談会という企画をやってみたんですけれども、その場で答えたせいもあってね、どうしても簡潔に答えることが私ができなくって、改めてね一本の動画にまとめ直すことにしました。その時に参加できなかった方もこちらの動画を参考になさっていただければと思いますので、ぜひ最後まで見てください。まず1つ目の質問が、日本人外国人は中国で銀行口座は作れるんですか？こちらの問題ですね。結論ね、作れます。作れるんですが、銀行に行ってその日のうちに口座が開くかといったらそれがないんですね。そこがポイントです。例えばお仕事で来られてる方だったら、会社から税務資料を出してもらうだとか、帯同で来られてるご家族奥様であったら、ご主人との婚姻証明書とか、そういう資料が複数必要になってきます。そういうものを用意しているとですね、1ヶ月2ヶ月単位で時間がかかって口座が開くということもあると聞いています。でそれで問題なのは、口座が開くまで給料が振り込まれないということになります。人民元がないということになってしまいますので、口座が開くまでの間どうやって生活を賄っていくかっていうことを皆さん対策する必要がありますね。例えば日本円を中国に着いてからファンチェンですね、両替するっていうのが一番シンプルですし、あとは、クレジットカードでキャッシングで元を出すだとか、あとあるのはですね、日本の口座、日本円の口座で外国でも使えるキャッシュカードっていうものを発行してくれる銀行もあるんですよね。日本の口座を元で引き出すだとか、そういうやり方がありますね。十分に情報収集をされることをお勧めします。次に質問がありましたのが、病院に関する質問ですね。で私は上海に住んでいますので、上海の状況ということになりますが、こちらにはね、日系の病院ね、クリニックがたくさんありますので、もちろん日本人のドクターも在籍されてます。そちらを利用すれば日本と同じような医療サービスを受けることができます。で処方してもらう薬もね、結構日本でおなじみの薬をね出してもらえるので、まずは安心されてもいいんじゃないかなと思いますね。で一方で気をつけないといけないのが救急ですね。手術しないといけなくなっちゃったとか、交通事故にあった、あとは夜間に子供が高熱を出したとか、そういう時になるとローカルの総合病院にかからなければならないケースがあります。で私の場合は夜間に子供が食べ物のアレルギー出てしまって、急遽ローカルの病院にかかったことがあります。でそうすると、どこの病院にかかっていいかもまずわからなかったですし、でやっぱり中国の病院になるとかかり方、受診のルールもやっぱり違うんですよね。すっごく焦ったので、こうならないようにやっぱりね、近所にどういう病院があってどういうかかり方か、あとは救急車の呼び方とかですね、そちらは皆さんまずは予習されていくことをお勧めしますね。合わせて聞かれたのが歯医者についてですね。で歯医者はね、もちろん日系の歯医者さんもあります。ですが注意しないといけないことは、海外保険に入っていても歯科が対象じゃない場合がほとんどだということですね。歯科って1回の治療費が高いんですよね。だいたい1回で1500から2000円くらい、3万円から5万円くらいはポンとかかってしまいますので、もし歯医者にかかるにしても治療のために毎週通うっていうのは現実的じゃないですね。あるとすれば詰め物が取れたとか、歯が欠けちゃったとか、単発でかかるっていうケースだけなんじゃないかなと思います。中国への渡航が決まっている方、中国だけじゃないと思いますね。海外に渡航が決まっている方は日本にいる間に全て虫歯をチェックしておいた方がいいというのがすごく大事なポイントになりますので、ぜひ覚えておいてください。それでは3つ目が学校についてお話ししたいと思います。で我が家はね、3歳の子供がいまして、幼稚園にね今通っているので、その範囲の中で、知ってる範囲の中での情報共有になりますが、ぜひ参考になさってください。上海の公立に通えますかっていう質問があったんですけれども、 100% とは言いませんが、基本的に公立には我々日本人の子供は通えないと思っておいて間違いないんじゃないかなと思います。これは日本人だけではないんですね。外地から来た中国人であっても、上海の方でないと公立には基本的に通えないんですよ。公立に入るための条件がやっぱり細かく決まっていて、
て、例えば戸籍が上海にあるだとか、両親同士が中国人で上海人でだとか、あとはマンション家を上海内に持ってるだとか、そういうちょっとね日本人では到底クリアできないような条件がたくさんあるので、基本的にね公立には入れないと思っておいて間違いないんじゃないかと思いますね。でそうなってくると私立の中で学校を選ぶっていうことになるんですが、我々日本人の場合は日系かインターナショナルかっていう中での選択肢になります。日系の幼稚園だとだいたい5カ所ぐらいね、上海だと定番のところがありますね。でインターはもう本当に星の数ほどありますので、イギリス系、アメリカ系、シンガポール系、あとはフランス系とかも本当に星の数ほどありますので、どこでもね選んで通えるとは思うんですけれども、結局やっぱり私たちがコミュニケーションできるスタッフの方、先生がいるところじゃないと難しいので、日本語が話せる先生、日本人のスタッフさんが在中している学校ないしは幼稚園を選ぶということになるかと思いますね。ちなみに我が家の場合は中国系のインターに通っていまして、だいたい英語が半分、中国語が半分っていう形でレッスンを受けていると聞いてます。で一方でね、クラスの中のお子さんの半分、3分の1から半分くらいは実は日本人なんですよね。コミュニケーションも問題なく楽しんで通えているので、参考にねなさってください。それでは次4つ目に行きたいと思います。そちらが食の安全は大丈夫ですか、こちらの問題ですね。オーガニックとかあんまりそういう添加物とか気にする方ではないので、ネットスーパー市場とかでも買い物しますし、ローカルの食堂でも食べます。そういう風に暮らしていても 5,6 年生活していて、特に大きな病気はしてないですね。なので特にね食の安全は大丈夫だと思って暮らしています。オーガニックにこだわりたいっていう方も中にはいらっしゃると思うんですが、もうネットスーパーレベルでもオーガニックのもの売っていますし、さらにこだわりたい方は日系のスーパーに行けば、例えば水耕栽培でね安全に作ってるお野菜ですとか、ブランドがわかるものも売ってますし、オイシックスも上海のサービスありますので、そういったものをね活用していただければ高いレベルで管理することもできると思いますので、覚えておいていただければというふうに思いますね。はい、それでは最後にね物価の話だけして終わろうかなと思います。でライブでは服って上海高くないですかっていう質問を受けたんですけれども、確かにね日本のブランドは関税がかかってくるので、こっちだと割高にはなってしまうんですけれども、一方でザラとかギャップとかそういう欧米系のブランドは中国でも日本でもそんなに価格変わらないっていう印象ですね。ユニクロとかもよく利用しますが、確かに定価で比べるとちょっと高くなってるんでしょうけど、割引が頻繁にねある分、なんかそんなに高いっていう感じもなく利用できている感じはします。あと物価が高いなと感じるものは乳製品ですね。冷蔵の牛乳だったら1本1リットルで25元、だいたい500円ぐらいしますし、カマンベールチーズ1個が600円700円とかかかったりしますので、冷蔵の乳製品は高いかなと思います。一方安いなと感じるのは交通費ですね。地下鉄、バス、タクシーどれも安いです。あとは食品だったらビールが安いですね。キリンのね一番搾りだったり、アサヒスーパードライ、日本でもおなじみのあちらのビールも1缶 350ml 缶でだいたい150円くらいで買えますので、日本だったら考えられないですよね。ビール好きの方には嬉しい環境なんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ライブの中でもね割合盛り上がったトピックなので、こちらの5つについてお話ししました。もちろんね時々刻々と状況も変わっていきますので、私も新しい情報をゲットしましたら、こういった動画ねアップデートしていきたいと思いますので、現時点でね2022年1月の時点での回答ということで、皆さんの情報収集にお役立ていただければと思っています。ぜひ参考になさってください。それではこの動画がいいねと思いましたら、いいねボタン、チャンネル登録でぜひ応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。